こんにちは、モナです。最近結婚式のね動画をねたくさん見てもらって、その中でいろんな結婚式のことについて質問とか、どうやってるんですかとか聞いてもらえることが多かったので、それについて話していこうかなと思います。すごい結婚式ね、めっちゃ頑張りました、準備。なので聞いてもらえてすごい嬉しくて、もともと動画にしようと思って準備のとこから回してはいたんですよ、動画だけど、すごい自分的には頑張ったけど、世の中の花嫁さんみんな頑張ってるし、みんなそこの準備に関してあんま興味ないかなとか思って、それでね、撮ってた動画を消しちゃったの。消しちゃって、今回動画にしようと思った時に素材がほとんどなくて、だから自分で語っていくスタイルにしようと思って、今日はそのスタイルでやっていきます。でですね、まず私が結婚式をやった場所はですね、逗子にあるスケープスタスイートっていうホテルとレストランがついてる結婚式場なんですね。で、普段はレストランでお食事できるところなんですけど、結婚式ってなると1日貸し切ってそこで結婚式できる感じなんですね。で、調べた経緯はゼクシーで調べてました。ゼクシーのアプリで調べてて、まず私がなんで結婚式を挙げようかなと思ったかというと、私のおじいちゃんに結婚式の花嫁姿を見せてあげたいなって唐突に思って、それで本当は地元岩手の方で結婚式あげようかなって、おじいちゃんが車椅子なので大変だから地元であげようかなとか思ってたんですけど、やっぱり私の理想の式場とかここがいいなと思ったのが、その逗子のスケープスタスイートってところだったので、おじいちゃんこっち来れるかなっていうのを確認して、もし無理だったら岩手であげようと思ってたんですけど、おばあちゃんもおじいちゃんも家族もみんないいよって言ってくれたので、じゃあそこにしようっていうことで決めました。結婚式場は5ヶ月前ぐらいに決めたんですよ、急遽という感じで。っていう感じですね。でも私は結婚式がどんだけ大変なものかとか、どういうもんかとか行ったことないので知らなくて、それで蓋を開けてみたら超大変でしたよ、本当に。それで何が大変だったかっていうことを今から伝えていくんですけど、まずドレスからいこうかな。結婚式場が提携しているドレスのお店みたいなのが横浜にあったんですね。そこに行ってドレス着てみてっていうのを、私は3回ぐらいで決めたかな。3回目ぐらいでこんな感じでいろいろ着てみました。青とか黄色、赤とかいろいろな色着てみたんですね。その時私自分のパーソナルカラー分かってなかったから、本当に似合うか似合わないかで決めたんですけど、最終的に私はこの茶色のブラウンのドレスにしました。これが新作で、頼むと普通の値段よりもちょっと上がっちゃうって感じだったんですけど、もうどうしてもこの茶色のこのブラウンじゃないと嫌かもぐらいな感じで、本当に着てみたら最高すぎたので、ゆうちゃんにお願いしてそれにしてもらいました。で、白のドレスもでもいろんな種類あるんだけど、それも着てみたんですね、私。A ライン、プリンセスライン、マーメイドラインとか、そういうドレスの種類が何個かあるんですけど、私の骨格的に上半身が華奢で下半身が太りやすいっていうのがあって、あれにしました。プリンセスライン、これにしました。本当に色着てみました。その3回でだいたい自分の好きな形っていうのは最初からあったので、これと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 って言っていっぱい着させてもらって、そのドレス着させてくれてる方とリュウと今見てくれてるので、どれがいいかなっていうのを2人にも選んでもらって、写真も撮ってもらって、じゃあこっちの方いいねみたいなのを一緒に決めた感じですっていう感じでした。でですね、結婚式場の費用、これ言っていいのかな。私たちは30人規模の結婚式で
200万超えたぐらいです。他の会場さんがどうなのかわからないんですけど、そうですね、極限まで自分たちで作ったりとか、前撮りも自分たちで撮ったし、知り合いのカメラマンさんにお願いして、ドレスは知り合いの方にお借りしてっていう感じで、レンタカー借りて、髪の毛は美容室でやってもらってみたいな感じで自分たちで撮ったんですね。前撮りは節約できるとか、本当に節約しないと永遠にお金上がってっちゃうので、めっちゃ抑えました。めっちゃ抑えた方だと思います。なんかいろんな人に聞くとすごい金額聞くので、だいぶ自分たちは抑えた方だし、人数も少なくやったので、本当に親戚親友とぐらいな感じでやったので、そうですね、そんな感じでした。私が準備していった順番にお伝えしますね。まずは受付なんですけど、受付はこんな感じにフライングタイガーとかで、前撮りの写真を白黒でちょっとゴージャスな感じの受付にしたくて、こんな感じのデザインにしたんですけど、あとこのね、この写真もキャンバーで編集して印刷業者に自分たちで調べてお願いしました。まずこういうウェルカムボードから大変なわけ。こんなのまだまだ簡単な方なんです。これもね、頼むとすごい高いのよっていう感じでやって、次が待合にこう飾ってるものたちなんですけど、これめっちゃ大変だった。ここの額縁の写真とかは100均で買った額縁に写真入れてて、この盾みたいなのは自分でキャンバーでデザインして、ガラスに浮いてる花びらとかもシーンで買って水入れて、あとこれろうそく入れてるんですね。ろうそく入れて浮かばせてとか、これもなんか家でシーンでいろいろ買ってみて試してみて、どうやったらこう綺麗に見えるかみたいなのも試行錯誤してやってみたんです。こういう感じに出来上がった感じです。この1個にもね、すごい時間がかかるわけ。仕事しながら合間にはもうずっと結婚式の準備って感じでした。でもこれは本当に自信作です。なんか本当に頑張った自分って思う。で、ウェルカムボード行って結婚証明書っていうのがあるんですね。みんなで結婚証明書を作りましょうみたいなのがあるんですよ。なんかインスタで調べてたら、なんかやりたいなと思って、みんなで参加型の結婚証明書みたいな、大体のその結婚証明書もお金がかかるやつ多かったんですね。私が見てる限りは。お金をどんだけかけないで簡単にできるものないかなと思って作ったのがこちらです。ウェディングフラワーベースって書いてるんですけど、これはですね、みんなでピンクと水色と黄緑の絵の具を置いてるんですけど、結婚する相手に対して何が一番大切かを選んでいただきたいです。ピンクが愛情、青が信頼、緑が感謝で、みんな結婚する上で何が一番大事か色塗ってくださいっていう、このフラワーベースにね、すごいベストな証明書が作れたなと思います。みんなでね、色塗ってくれて、今はもうそれは家にあります。飾ってます。なんかみんなでこう私たちの結婚式作ってくれたみたいなのが思い出に、あの日の思い出が蘇るのでおすすめです。参加型の結婚式で、これも私たちが結婚式の準備してる間とかにみんなが受付とかして塗ってくれてるんですよ。全然知らないから、こっちは。そう、写真で後からなんかみんなこうやって塗ってくれてたんだとかわかるし、もらった時にすごいびっくりしたとか、めっちゃ嬉しかった。どんなものができるかとかあんま想像してなかったから、こんな感じになったんだっていうのがすごい嬉しかったです。めっちゃおすすめこれ。じゃあ会場に行きますか。でも会場は結構結婚式場さんのセンスに任せることも多くて、それがお花ですね。お花はどんなお花がいいっていうのをもともと自分でめっちゃピンタレストとかインスタとかでまとめてって担当する方にして、じゃあこうしていきましょう、ああしていきましょうみたいな感じでやった結果がこんな感じで、めっちゃ可愛くないですか。結婚式の
動画見てくれた人はすごい分かってくれるかなと思うんですけど、白いドレスで登場した一番最初にわーって私言ってると思うんですけど、その時に初めて見たんです。絵でしか伝えられてなかったから、こんな感じになったんだと思って、なんかここを任せてよかったなと思いました。本当にそう、椅子にねすると台よりもお花の量を使うんですね。それでね、お花がね10万円ぐらいだったかな、いくらだったか高くなっちゃうんですね、椅子にすると。でもどうしてもそこも譲れなかったんですよね、私。で、私たちのこうコンセプトがすごいこう親近感っていうか、みんなでやる結婚式みたいにしたかったんですよ。自分たちが主役じゃなくてみんなで作り上げる結婚式みたいにしたかったから、より近く感じてほしかったんですね。人数少なくても距離感感じるよねみたいなことで、私たちのこだわりでここは椅子にさせてもらいました。でもこれは本当にやってよかったです。皆さんこだわりましょう。本当にこだわったら感動するものが出来上がります。それでテーブルの上がこんな感じで、自信作のプロフィールブックになります。マジで頑張りました。これでですね、びっくりなことに一個一個私がデザインしました。でも私ね、めっちゃ昔からその動画制作とか絵描くのとか美術とかめっちゃ大好きで楽しくやってたんですね。楽しくやってたんですけど、大変なこともいっぱいだったよっていうことで、表紙と裏表はこんな感じになります。この表紙と裏はインスタで見つけた方をもうほぼ丸パクリみたいな感じで、自分で多分この字体はこれだろうなみたいな、キャンバ結構使ってたのでなんとなく分かったんですよ。で、次のページは自分でデザインしまして、で3ページ目もそうですね。私たちのテーマを最初に決めましょうってプランナーさんが言ってくださったので、本当にでもいろんなインスタに皆さんプロフィールブック載せてるので、それをめちゃめちゃ参考にしました。天才かと思いましたね、自分がこれを完成した時に。自分はやっぱり天才だったなと思いましたすごいですよね。これよく自分やったなと思いますよね、今でも。でも本当にいろんな人の参考にして、いいとこ取りって感じで、ここはこうするか、ここはこうするかみたいな感じでやりました。4ページ目もそんな感じで、私たちの歴史じゃないけど、私たちの生い立ちみたいなのを書いて、で5ページ目がメニュー書いて、6ページ目が席次表書いて、7ページ目にまだ開かないでくださいってページを作って、これが私の超こだわりで、これを作るにあたっていろんな人の結婚式を見てたんですよ。100人規模とかのさ結婚式をさ動画に載せてる人多いから、みんなこうやってちっちゃいメッセージカードに今日は来てくれてありがとうみたいな書いてる結婚式の動画とか見てて、で私30人規模だから、で私昔から本当に手紙を書くのが好きなのね。人に龍にもよく書くし、家族にもよく書くし、それで手紙書きたいなと思ったんですよ。普段言えないことってめっちゃあるし、久々に来る親戚とかでも改まって言うことってないじゃないですか。なんかこんな機会ないし、手紙書きたいなと思って、最後のページをみんなにね手紙書く欄にしたんですね。それを閉じといたんです。でそこをテープで貼って、まだ開かないでくださいってプランナーさんの方にお伝えして、多分みんなが入場して席ついた時にプロフィールブック見て、あ、こんな感じなんだ、あ、まだ開いちゃいけないんだ、でテープで閉じてるからね、絶対に取れないようにして、多分そうじゃないとまだ開かないでくださいって書かれてても見ちゃうかもしれないじゃないですか。だからテープで止めようってプランナーさんとなって止めて、私たちが入場する前に手紙を読んでくださいみたいなのを司会の方がね言ってくださって、みんなでそれでテープを開けて見て、それでねみんな結構泣いてくれててか私もこの手紙書きながらバカ泣いてたんだけど、なんかこの手紙とかもさ、ほんと仕事の合間とかでやってたからカフェとかで書いてたんですよ。でももうおじいちゃんに書くときとかお姉ちゃんに書くときとか、もうなんか家族ってかもうほとんどの人に書くときにもうカフェでずっと泣いてんのカフェでずっと泣きながら書いて、自分でも泣きながら書いたから、もうみんなもね結構泣いてくれてて、後で動画見返したり写真見返してたら
それでまた感動しましたね。お姉ちゃんにもめっちゃなんかさすがに手紙は来たわみたいな感じで言われてでも嬉しかったです。それぐらいこだわって作ったものだったし、みんなにとってこのプロフィールブック自分が一生懸命作ったもんだから、なんか大切なものになってほしいなって思って手紙を入れた部分もあったので、めっちゃ嬉しかったです。旦那の家族とかも家に飾ってくれてたりするんですよ、プロフィールブック未だに。それとかもすごい嬉しくて、本当に頑張ってよかったと思いました。装飾は白ドレスの時に着てたティアラはシーンのティアラをつけました。で手袋も一瞬だけどはめて、ない方がいいねってなったので一瞬だけはめたんですけど、それもシーンで買って、ベールはメルカリで買って、ウェディングのインナーもメルカリで買って、チャイロンドレスのチョーカーとかはZOZOタウンとかで買って、靴は知り合いの方からお借りしたかな。結構多分知り合いの方からお借りするが超ベストなんだけど、自分のインナーとかブライダルインナーとかね、結構細かいあれだし、ぴったりしてないといけないからメルカリが一番いいと思います。で花嫁さんはもう1回しか着ないから、メルカリで買ったらまたメルカリで出すみたいな感じで、みんな多分それでやってるので、絶対メルカリがいいです。わざわざ買う必要はないと思います。1回だけなんで。ベールもっていう感じでした。結構私の中で語り尽くせたんではないかなと思います、この思いの丈を。やばい、ちょっと待って、ごめん。本当は質問されたことがあって、待合ですね、美術館風にした待合スペースがあって、それは2階のなんか本がいっぱい置いてあるスペースだったんで、ここ使ってくださいって言われた時に、そう白黒の方が写真合いやすいなと思って、それでね、白黒でどういう風にやったら待合のスペースかっこよくできるかなと思った時に、いろんな、それもインスタでめちゃめちゃ探しました、ピンタレストで。そしたらなんか美術館風にねやってる方がいらっしゃって、で2階のその待合のスペースの白黒の写真はみんなとの思い出の写真を載せたんですね。なんかただただ自分たちだけの写真やるよりも、自分が1枚でも入ってる方が着てる側としては嬉しいじゃないですか。自分いたとかなるし、嬉しい気持ちになるなかなと思って、そうプロフィールブックもだからみんなの写真入れたんですけど、絶対に誰一人漏れがないようにみんなの写真を白黒写真で入れて、家族とこれした日とか誰々とあれした日みたいなのを1枚の額縁にして置いてました。そうだそうだ、うわごめん、もう一個だけ言わせてほしい。みんながね帰る時に最後、私とリュウトで今日は来てくれてありがとうございましたってお菓子を渡すんですよ。そのお菓子を渡すのにもそういろんなねお菓子の渡し方があって、それで私はなんか可愛いバラのねお菓子にして、それも東京駅でいろんなの見て、そのデザインが可愛かったんで、それに色を合わせてこういうのをね作って最終的になって渡したって感じです。こういうのもやんなきゃいけないんですよ、花嫁さんで。ちょっとこれについても言わせてほしい。シーティングチャートっていうのはお客様の座席を書いてるチャートなんですね。こんな感じでデザインしました。この可愛さ伝わる？シーティングチャートって調べて可愛いデザインがあったので、それを見よう見まねで私の好きなピンクにしてデザインしたって感じです。これ一個一個作るのに本当に時間がかかるわけだからこそやりがいがあるんですね。あとは映るんです、置いたんです。この映るんですね置くのもめっちゃいいかも、おすすめ。映るんですね、後で現像したらめっちゃ楽しいですよ。なんか自分のあれどころじゃないんですよね、ほんと。会場の自分のステージ作りっていうかを自分たちでしないといけないのでっていう感じでした。すいません、長々と。もし質問があれば皆さんも教えてくださいな。これから結婚式する人も参考になったら嬉しいし、マジで結婚式は本当にみんなにやってほしいと思います。マジで最初は本当にお金がかかるからさ、なんかいいかなってなる人多いと思うんだけど、
マジで人生で一番の思い出になる。本当に心の底から思いますし、動画見返すのも写真見返すのも未だに楽しいし、未だに泣きそうになるしね。だからYouTube 作って本当に良かったなとも思うし、だから迷ってる人はやってください。もし検討してる方がいたら、これが参考になったら嬉しいし、全然 DM とかでもなんか気になることがあったら教えてください。私が8年目の先輩として教えたいと思います私ごときがっていう感じでした。参考になったら嬉しいですっていう感じで、日も暮れてきちゃったので今日はこの辺で終わりになります。今日も見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価、無断転載もよろしくお願いします。ではバイバーイ。